こんにちは。ビーライフのマリコです。今日は立位前屈がスムーズにできるようになるためのストレッチを行っていきます。足裏全体や腰背面の柔軟性が高まり、腰痛の予防改善、そして疲労回復に非常に効果的です。ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それではまずチェックから入りましょう。足腰幅ぐらいに広げて、そのまままっすぐ前に体を倒していきます。さあ、今の体の硬さやどこがきついなと感じる具合などいかがでしょうか。チェックが終わったらゆっくり上体を起こしてきます。さあ、それでは四つん這いの姿勢でスタンバイしていきましょう。最初の動きはキャット&カウです。さあ、息を吐きながら背中を丸く丸めます。吸う呼吸に導かれるように胸を広げて、吐きながらお腹を背骨の方に引き込み、腰背中を丸くして、吸う呼吸で胸を前、ご自身の呼吸のペースに合わせながら動いてみましょう。背骨を一本一本柔らかく動かすようなイメージで、腰から背面緩めていきます。さあ、続いては右の膝をスッと滑らせて、膝をパターンと外側倒します。後ろの足はリラックスです。上体を前に倒していきましょう。きつい方は後ろの膝を横に折り曲げても大丈夫です。さあ、ここではお尻の筋肉を柔らかくほぐしていきましょう。さあ、股関節周りの柔軟性、お尻の柔軟性も高められていきます。柔軟性を高めるためにはリラックスした呼吸も必要となってきます。できるだけ力を緩めて心地よい呼吸を通していきましょう。続いては足を取り替えます。後ろ足をぐるっと前に回して、右足を後ろまたは横に膝を折り曲げます。上体を前にゆっくり倒しながらお尻の伸びを感じていきましょう。前屈する際にはお尻の筋肉が伸びますが、お尻の筋肉が硬く縮んでいると前屈する時にストッパーとなり、前屈を深めるのが難しくなってしまいます。日頃凝り固まりやすいお尻周りの筋肉を柔らかくほぐしてあげましょう。さあ、続いてはダウンドッグで足踏みをしていきます。お尻を後ろに突き上げて、片方ずつ膝を折り曲げながら片足ずつ裏側にじわっと伸びを感じていきましょう。さあ、アキレス腱やふくらはぎの裏側、そして膝裏やももの裏側、丁寧に伸びを感じていきます。さあ、腰から背骨は長いまま、ゆったり心地よく動いていきます。あと10秒です。はい、続いては右足を両手の間に出していきましょう。そしてお尻を後ろに引きます。さあ、できれば右の足首は折り曲げてつま先を上に向けます。ここでは前の足のももの裏側に伸びを感じます。腰が丸まってしまうともも裏が上手に伸びなくなってしまうので、腰背骨は長く伸ばしてください。ではつきやすい位置で大丈夫です。さあ、あと10秒です。ゆったりとした呼吸で足裏がじわっと伸びている感覚を味わいましょう。さ
足を取り替えます。左の足を両手の間に出して、お尻はまっすぐ後ろに引きます。さあ、背骨の長さを保ったまま、左足の膝裏やももの裏側がじわーっと伸ばされていきます。呼吸止めずに続けてください。手はつきやすいところで大丈夫です。続いては立ってから足腰幅程度に広げて、吸ってハーフアップと前屈繰り返します。さあ、吸って遠く見て、吐いてリラックスして首頭力緩めます。繰り返します。吸って背骨を長く伸ばします。吐いて膝緩めてもいいのでリラックス、ももとお腹と近づけるように。きつい方は両手をすねや両手をももに添えても構いません。できる範囲で調整しながら行ってください。さあ、吸って背骨を遠く引っ張ったら、吐くとき全部力をはーっと緩めて、さあ、続いては一度起きたら両手骨盤を添えていきます。さあ、両手指を骨盤の前側しっかりセットしていきましょう。さあ、そのまま股関節から動かして骨盤ごと前に倒して前屈します。下までいったら首頭力抜いて上体を起こしていきましょう。さあ、前屈のポイントは骨盤ごと前に倒すことです。股関節からしっかり動かします。さあ、手の指が窮屈にももとお腹との間で挟まれている感覚があれば、正しく骨盤が動かされています。さあ、骨盤ごと傾けて前に倒して、前屈したら力をリラックス抜いて起きてきましょう。はい、それではそのまま骨盤ごと前に倒してチェックしてみます。さあ、両手を下にだらんと落として力抜きましょう。さあ、最初と比べてどうでしょうか。少しでも最初よりも柔らかくなってたら、嬉しいです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。始まる前と終わった後と変化はありましたか。この動画役に立ったよという方はいいねボタンやコメントいただけると嬉しいです。継続することで柔軟性も少しずつ高まっていきます。ぜひ定期的に行ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。하나같이 찾게 되지